こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今回ご紹介するのはこちらのソリッドステートロジック社 SSL2 プラスというオーディオインターフェースを個人的に購入いたしましたのでレビューしていきたいと思います。でこちらのオーディオインターフェース、そもそも何で購入したかというと、自分はメインで RME の UCX を使用しているのですが、たまに大学の講義とかで外に持っていけて、なおかつそこそこいい音質のオーディオインターフェースというのを探してまして、タイミングよくこちらの SSL2 プラスが中古で楽器屋さんに出ていましたので購入しました。こちらのラインナップは SSL2 というものと SSL2 プラス、こちらは2プラスですねの2種類がありまして、2の方はマイクプリが2つ2インで、アウトがステレオ1系と2アウトのみとなっています。でこちらの2プラスは2インは一緒ですが、アウトが2系と4アウトありまして、ヘッドホンアウトも2つあるモデルとなっております。でなんで自分が2ではなく2プラスの方を選んだかというと、やはりこの出力がステレオで2系統ある、4アウトある、でなおかつフォンのアウトも2つあるということで、例えば学生さんと自分とでそれぞれヘッドホン1つずつ2つここに接続するという使い方もできますし、簡易的にボーカルのレコーディングなんかを普通の部屋とかで行う場合、1つはボーカリストさんにアウトして、もう1つは自分が聴くといったような使い方もできるかなと思って、こちらのオーディオインターフェースを購入しました。で自分が購入した時は、中古だったので価格としては28,000円ぐらいでした。定価は45,000円ぐらいですかね。で SSL2 の方は3万円台だったと思います。でまず肝心の出力の音質の方ですが、やはり RME の UCX と比較するとどうしてもそちらの方がレンジも広く、いわゆるにじみのようなものも少ないのですが、価格帯がそもそも異なりますし、 RME の UCX は15万から20万手前ぐらいで、こちらは4万円台定価がという違いがありますので、この価格帯にしては非常に良いサウンドをしているんじゃないかなと思いました。あと特徴としましては、電源アダプターを接続しなくていいので USB Type-C のケーブルでバスパワーで駆動ができます。で外に持って行ったりとかすると、やはり一つ電源のケーブルが増えるだけで手間もかかりますし、アダプター忘れてしまったら起動できないというトラブルも回避することができるかなと思っています。で2インのマイクインの仕様ですが、こちらにファンタム電源もついてますし、インストボタンをオンにすればキーボードやシンセサイザーも入力できます。そしてハイ Z をオンにすればギターなども直接接続することができます。でこちらの 4K ボタンというボタンがあるのですが、何かの略だったと思うんですが、映像の 4K とは全く関係がなくて、こちらのスイッチをオンにするとハイやローが少し持ち上がって、よりくっきりしたようなサウンドで収録することができるようです。オンオフ両方試しましたが、個人的にはオンの方が好きかなという印象でした。でメリットでもありデメリットでもあるところなのですが、入力されている音と DAW の出力されている音のバランスはこのつまみで行います。ですので完全に振り切れば入力されている音のみが聞こえる状態、反対に振り切れば DAW の音のみが聞こえるという仕様になっています。ですのでボーカルを取ったりアコースティックギターを取ったりとかする場合に、自分の回収の音が小さいなと思ったらこちらの方にインプットの方につまみを回していくと、だんだん自分の音が大きくなっていく、その代わりオケがボリューム下がっていくみたいな感じになるんですが、ここでしかコントロールできないので、オケの音量は固定でちょっとだけ自分の入力されてる音、そこにプラスで足していきたいなというような音の足し方はできないようです。でその反面、このヘッドホンアウトが2系統あって、ここに3,4ボタンっていうのがあるんですが、これは非常に使いやすいなと思いました。これをオフにしておくと、フォン A もフォン B もアウト1と2がステレオで聴ける状態で、個別にボリュームのバランスが取れるという仕様になっておりますが、この 3&4 というボタンを押すとアウトの3,4がこのフォンの B に出力されるという仕様になっています。これを利用することによって、例えばアウトの1と2はボーカリストさんにクリックやガイドメロディーも出た状態で送って、アウトの3と4には作曲者側用にクリックやガイドメロディーをオフにした状態を送っておけば、それぞれ個別の設定で音を聞くことができます。で時折ボーカリストさんと同じ状態の音を聞きたい、確認したいという時があったりすると思うんですが、その場合はこの3,4ボタンをポチッと解
解除してあげることで音 A と B と同じ出力の音を聞くことができます。これは非常に便利だと思いました。であともう一つ好印象だったのは Mac で使う時は特別なドライバーとかのインストールをしなくても使うことができますので、出先で別の人の Mac に接続して音を出すこともすぐにできると思います。はい、以上が SSL2 プラスオーディオインターフェースのレビューでした。持ち運び用というにはちょっと若干かさばるかもしれませんが、重さもそんなに重くはないので、これからオーディオインターフェースを買ってみようかなという方や、プロの方でもお手頃な価格でそれなりの機能とサウンドを持ったオーディオインターフェースを探している方には最適なんじゃないかなと思いました。はい、それではこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ありがとうございました。